はい、皆さん、こんにちは。今回はこちらメインマシン、ずっとリジットの AT バンパー使っていたんですが、最近ピボットバンパー気になっているんですよね。というのも、最近走らせていたコースレイアウトの方が、ピボットバンパーの方がいいんじゃないのかなって思うことが多いコースレイアウトだったので、もうこうなったら作るしかないですよね。ということで、ピボットバンパー作りました。今回はこちらをご紹介していきたいと思います。このピボットバンパーを作るにあたって、なるべく今使っているリジットのバンパーとローラーベース、ローラーの幅、ローラーの高さ、そして AT 軸の位置、提灯と連結する部分、さらにブレーキの位置、この辺りを揃えたかったんですよね。これがね、結構合わせるのが難しかったんですが、なんとかね、ほぼほぼ同じような感じになりました。この辺の位置を合わせてあれば、単純にリジットからピボットに変えてどう変わるのか見れるんじゃないのかということでね、やってみました。比べてみると、まずこんな感じ。ローラーの高さ、若干ピボットの方が高いかな、どうかなっていうところですね。ローラーのね、幅とかね、こう、ぴったりね、収まるんで、ほぼほぼ一緒です。で、横からのこの位置も、だいたい一緒のところに来ています。ブレーキのね、長さとか、軸の位置はね、同じね、パーツを使っているので、変わらないようになっています。さらに、このピボットバンパー、ちょっとね、隠し要素を入れまして、すぐにリジットになるようにしてみました。コースに行って、いや、リジットの方がいいんじゃないのかなって思った時に、わざわざね、このユニットを交換する前に試せるように、もう言うたら、こいつの上位互換ですよね。リジットバンパーにもなるピボットバンパー。なかなかね、うまくできたので、気になった方、見ていただけたらなと思います。それで今回作ったピボットバンパー、作り方に関してはね、一般的なピボットバンパーと構造は一緒になります。使ってるパーツが違うので、形状が違うんですけれども、全部ね、ご紹介していると、とてつもなく長くなると思いますので、ポイントに絞って僕が気をつけたところだったりとか、使ったパーツなんか、その辺に絞ってご紹介していきたいと思います。まずはローラーステー、こちらをご紹介していきたいと思います。ここのローラーを取り付けるパーツですね。これ両サイドにあるパーツなんですけれども、こちら使ったのはフロントのワイドステー。こちらを2枚接着して使ってあります。最初にやるのは新規穴をここに開けていきます。ガイドに使ったのがこのフロントのマルチ。これをね、矢印の部分で合わせて 2mm の新規穴を開けていきます。実際に合わせてみるとこんな感じで、フロントのマルチはこの部分の穴を使います。フロントワイドステーはこの部分ですね。ここの穴を使って、ここの穴とここの穴をガイドにして 2mm の新規穴を開けていきます。ここがね、ローラーを取り付けるところ。こっちはね、ピボットのストッパーになるところですね。この加工が終わったら、だいたいね、適当なところで一旦カットします。僕の場合は真ん中3つ穴が開いている、両サイド、ここら辺でね、パツパツと切って、この辺のローラーを取り付けるたくさん開いている穴、これも邪魔だったので、ここにね、穴が開いてるんですけど、だいたいこの辺りでバスッと1回切りました。この加工が終わった後に、僕は2枚接着して、次にこの接合部、ここの穴とこっちのこのピボットが動いた時に、ストップする時に、ここの中にね、軸が入っているんですが、ここのストッパーの部分になる穴を 3mm に拡張していきます。それがこちらで、この矢印の穴の部分を 3mm に拡張しました。この 3mm は真鍮パイプ、この2段ローラーアルミに入っている真鍮のパイプですね。こちらを中に通すので、これが入るぐらい。ただあんまりね、穴を大きくしすぎて、カーボンとこのパイプがガタが出てしまうと、
このピボットのガタになってしまうので、その辺は注意していただければなと思います。今回フロントのマルチを使ったので、イメージ的にはこんな感じで取り付けていきます。なので、ストッパーとなる部分を切り取ると、こんな感じですね。ここでの注意点は、真鍮パイプ 3mm 径に拡張した穴、これがぴったりなサイズになるので、穴を拡張したいわゆる真鍮パイプに当たる部分、ここは削らないように注意してください。ここをね、削ってしまうとローラー幅が変わってしまうので、気をつけていただければなと思います。こちらに使ったのはこのフロントのマルチ、先ほどちょっと出てきたんですけど、これをね、こんな感じで使っています。この段階でやる加工は、ピボットの取り付け部分、ここ可動部の取り付けの部分ですね、この部分の穴を残して両サイドをカットしました。フロントのマルチで言うとここの穴になるんですけれども、ここを残してとりあえずね、ざっくりカットですね。一気にね、形を整えたりすると後でね、失敗した時に調整が効かなくなるので、まずはバツッとね、 19mm ローラー穴を目安に僕はまっすぐ切り取りました。とりあえずね、こいつの加工は一旦ここで終わりです。ブレーキステーに使ったのはリアブレーキステーで、これの一番の加工の難しいところはこの AT 軸の新規穴、こちらなんですが、これはね AT のベースプレートとの兼ね合いも出てきますので、僕の場合は AT のベースプレートの新規穴とブレーキステーの支柱を通すところの新規穴を同時に開けました。それがね、こんな感じです。もう一気にブレーキステー、リアマルチ、フロントマルチ、これを重ねて、この写真の矢印の部分の穴をガイドに 2mm の新規穴を開けていきます。この時ね、注意しなきゃいけないのが、普通にね、電気ドリルで開ける際に斜めにならないように注意していただければなと思います。まっすぐなるべく開けていただければ。もしね、心配な方はちょっとちっちゃめの穴を1回開けて、あとは手で 2mm までゆっくりまっすぐになるように拡張していただければなと思います。実際に合わせてみるとこんな感じ。ブレーキステーとリアマルチはここの部分ですね、この部分のところで穴を合わせてビスを通しています。そしてガイドとなるフロントのマルチ、これはもうリアマルチとぴったり合うところですね。こんな感じ。そして穴を開けるところはこことここですね。この穴がね、バーッと並んでいるところの両サイドの部分になります。この穴はね、リアマルチには開いてないんですよね。なので一緒に一気に開けちゃいます。これでブレーキステーに AT の支柱を立てる穴と AT のベースプレート、稼働する部分の穴開けが一気に終わるので、そして穴がね、別々に開けるとずれちゃうんですよね。そうするとね、組み立てている時にまた合わないっていうことがあるので、今回は一気に開けました。新規穴を開け終えた AT のベースプレート、どうしてもこのピボットのゴムとかが入る関係上、仮組みをする段階でこのままだと邪魔になってしまう部分があるので、こちらをカットしました。それがこんな感じ。マスキングテープで隠れてない両サイドの部分、真ん中の部分は残しておくんですけど、両サイドのローラーを取り付けるところらへん、この辺をざっくりカットしていきます。僕はね、今回とりあえずこんな感じでカットしました。で、実際にあれするとこういう風にカットしてますね。こういう風にカットしてこんな感じになります。ただ今回ちょっとね、ここの部分の穴使うので、この部分の穴はこっちですよね、ここですね、ここの穴、ここの穴は使うので残していただければなと思います。各パーツのざっくりなカットが終わったら、あとはね、組み付けながら調整の方をしていくんですけれども、まずはね、連結部分の真鍮パイプの加工、とりあえずね、一回これちょっと外してご紹介したいと思います。はい、軽く分解の方が終わりました。こちらがピボットのローラーステーになります。この可
可動部分のビスを通すところ、ちょっとね色変わってるの分かりますかね。ここにね真鍮パイプを入れてあります。これはこのローラーステーの厚みとぴったりの長さにカットしてあります。ただぴったりに削るのって難しいので、 3mm よりちょっと長いぐらい 3.5mm とか 3.2mm にカットしたものをここにはめ込んで、今ね引っかかり防止のプレートが接着されちゃってるのでこっちからね真鍮パイプは出ないんですが、何かこっちに押さえの板を当てて板やすりで削っていくとここがぴったりになりますので、そんな感じで加工していただければなと思います。こちらに真鍮パイプ、これを入れて可動部分のところは完成ですね。そして今度ストッパーとなるところ、穴位置はねこの AT のベースプレートでいうとこの部分、こんな感じなんですけれども、この部分になります。ここにサラビスを立てて、で今度はストッパーとなるパーツ、こちらも今回真鍮パイプを作りました。これに関しては 3mm、ここのね幅ジャストにするとピボットが動かなくなるので、少し長い 3.2 から 3.5 ぐらいの長さにしてあります。僕のやつはねだいたい 3.3 ぐらいですね。この時に左右のパイプの長さが違うとこうね斜めになってしまうので、そこは注意していただけたらなと思います。これをここの部分に入れてこれをね搭載していく感じですね。この辺りの真鍮パイプの加工が終わると、とりあえずねピポットの原型みたいなものが出来上がります。この後はマシンに合わせて稼働した時にタイヤに当たらないとか、あとデザイン的な部分、そしてこのゴムを取り付けるところですよね。この辺の幅、これによって現在 19mm 用のゴムリングを使っているんですが、同じ 19mm 用でもここの幅が広いとこのピポットがね硬くなったり、その辺の調整になってきます。僕の場合はまずねここのねだいたい幅を決めましたね。今回で言うとフロントのマルチを使っているのでこんな感じ、ちょっと分かりづらいですかね。黒に黒なんでねちょっと分かりづらいかもしれないんですが、こんな感じでカットしました。この辺は好みに応じて調整していただければなと思います。このラインが僕にとってすごい重要なところで、これはシャーシのここの部分に当たってスラスト抜け防止するために、この部分をどこでカットするかによって防止できるかできないかが決まってくる。この部分がねすごいスラスト抜け防止にとって重要な場所になるので、ここもし加工する際は本当に慎重にやっていただければなと思います。今回のピボットバンパーの場合は AT のベースプレートをまずこのシャーシのカットラインに合わせて加工しました。というのもこれ以外ね穴がぴったり合うパーツがないんですよね。こんな感じ、大体なんですが、実際にこの AT の軸の部分を拡張する前に入れてカットラインを見極めて少し大きめにカットして、あとはね実際にこう取り付けながらスムーズに入るところまで削っていきました。ここは本当にね細かな調整になってくると思うので、ゆっくりやっていただけたらなと思います。それでね AT のベースプレートのここの部分のカットが終わった後にこっちにね合わせて、だいたいこの位置なんですけれども、こちらも大きめに1回カットして実際にカットラインを当てがりながら削っていきました。少し削っては当てて、まだ渋いようだったら少し削って当てて、とにかくね削りすぎないように注意していただければなと思います。すごいね時間がかかって言うたらねめんどくさい部分なんですが、スラスト抜け防止にはすごい重要なところなのでゆっくりやっていただけたらなと思います。こんな感じですね僕の場合は。でね今回シャーシのねカットライン620ポールペアリングをガイドに使ってシャーシをカットして、ここにカーボンを瞬間接着剤で貼り付けています。このカーボンを貼り付けた理由はやっぱりねカーボンの方が僕はねぴったり止まる感じがしてこういう風にしています。なのでね
カーボン貼らなくても問題ないっていう方は好きなラインでシャーシをカットしていただいて、それに合わせてピボットバンパーの上部のプレートのここの部分、こちらを調整していただければなと思います。この辺はね、マシンによっても違うので、ご自身のマシンに合わせてやっていただけたらなと思います。 AT の上部のプレートはだいたいねこんな感じですね。でね、今回ねすごい重要になってくるパーツ、全部ね重要なパーツなんですが、それがねこの AT のベースプレート、こちら軸を通す部分は2枚重ねてあります。これはね強度確保のためと、なんかね2枚重ねた方の方が収まりがいいような感じがしたので、僕はねいつも最近は2枚重ねているんですが、使ったのはねフロントのマルチ、先ほど穴開けのねガイドに使ったのでイメージしやすいかなと思うんですが、真ん中の部分を残して使ってあります。こんな感じですね。でこの部分ビスを通しているんですけれども、裏から見るとこんな感じ、サラビス加工をしてサラビスを通して瞬間接着剤で留めて、これをね剥がれにくくしています。強度アップのためにしているんですが、フロントのマーチ、このビスが通っているところ穴がないんですよね。 AT のベースプレートとこの補強のフロントのマルチを瞬間接着剤で重ねた後、加工してないリアマルチと合わせるとこんな感じなんですけれども、ここに穴があるじゃないですか。ここの穴をガイドにフロントのマルチに 1.8mm の穴を開けて 2mm のタップでネジを切ってビスを通して瞬間接着剤で固定してあります。それで飛び出た部分はビスをカットしてまた板やすりで削ってここの面を整えてあります。それともう一つ、ピボットバンパーをすぐにリジットバンパーにするためのカスタムっていうのがこの AT のベースプレートにしてありまして、チラチラね映ってたからなんとなく予想つくと思うんですが、ここ銀色のパーツを埋め込んであります。これ普通のナットですね。ナットを埋め込んでるんですが、プレート自体をサラビス加工してこのナットを斜めにテーパー状に削ってサラビスみたいにしています。サラビスナットみたいな、なんていうんですか、サラナットみたいな、そんな感じですね。それを埋め込んで瞬間接着剤で固定してあります。ピボットバンパーをリジットバンパーにしないっていう場合はこの加工はね必要ないです。言うたらね、ここの部分サラビス加工しているので結構強度的にはね弱くなっていると思うので、リジットになるようにしない場合はしない方がねいいと思います。今回ね僕ちょっと気になっちゃったんでね、ここに通したらリジットになるじゃんって思っちゃったんで、そうなったらねやるしかないですよね。ということでね今回やってみたんですよ。便利だろうなと思ってピボットをリジットにすぐできるようにしてみました。ここまでで大まかなパーツはだいたい完成しているんですけれども、ここから先のカスタム、これはね実際に、僕今回こんな感じでフレキのフロントユニットとタイヤだけ取り付けたもの、もうすぐにユニットを交換すればバンパーが交換できるようにと思ってね、こんなものを用意してずっと加工の方をしていたんですが、こんな感じのものでもいいですし、実際に取り付けるマシンでもいいので、こういったものを用意して組み立てて合わせて干渉してしまうところを削っていく、そんな感じのカスタムになっていきます。ということでね、一旦もう一度ね組み立ててポイントご紹介していきたいと思います。組み立てに関してはそんなに難しくなくて、まずねゴム輪を先に適当に3個、とりあえず今回3個で、これ今ねフッ素グリス塗ってるんで、ここサラサラなんでこのまんまいきますね。この辺の擦れる部分とかグリスを塗っていただけたらなと思います。あとねこのゴムとかがね擦れるところ、そういったところも塗っておくと削れ防止になります。でとりあえずローラーステーを取り付けるときは 3mm のオーリング、僕はねとりあえずこれを緩み止め防止に使っています。でロックナットを逆さに取り付けていく感じですね。であとはこのゴムをローラーステーの方に移動させて、
こんな感じでゴムリングを通しました。仮組みの際はね、別にゴムリングなくてもいいのかなと思うんですが、マシンにね取り付けた時に稼働させてスムーズに動いてスムーズに戻るか、そういったチェックする時はもうゴムリングを取り付けてチェックしていただければなと思います。それでこの AT のベースプレートにサラビスを立てて、先ほどだいたい 3.3mm 前後ぐらいに長さを調整した真鍮パイプ、こちらを入れてこんな感じで取り付けていきます。でこの時にここね AT のベースプレートとゴムがね挟まることがあるので、ちょっとクッとね内側外側に押し込んで、あとはロックナットで固定していきます。この 3.3mm ぐらいに長さ調整したパイプ、真鍮パイプは 3mm なので、これをね普通の 4mm スペーサーとかに変えるとこのローラーベースが少し狭まります。この辺もね調整できるように真鍮パイプを今回使ったんですよね。前が狭い方の方が調子がいいっていう時もあるかなと思って、実際にやるかどうかはわからないんですが、セッティングの幅を持たしてみました。はい、取り付けるとこんな感じですね。この段階でまずピボットがしっかり動くのかっていうのがわかるんですけれども、まだねローラーステーとかの加工が終わってないので、その辺はこの後ご紹介していきたいと思います。まずはねこんな感じで取り付けてみるんですけれども、今はもう AT の軸の穴拡張してしまっているので、こういう風にね動いてしまうんですが、ここのね拡張はねわりかし最後の方で、ここに合わせて入れてみて、タイヤと干渉しないようにローラーベースだったりこのピボットの上部のプレートを加工していきます。僕の場合はねこんな感じ、だいぶね余裕持たしてカットの方をしました。で今回ローラーステーに関しては、ここはね斜めにカットしたんですけれども、この部分タイヤの方だけを加工しています。こっちの面に関しては何も加工してないです。この辺のタイヤとのクリアランスを取って、さらに動かした時にも当たらない、この辺を確認して、ピボットのここの幅をどれぐらい持たせるのかで、このね硬さっていうのも変わってきますので、この辺を決めて加工の方していきます。その加工が終わったら、あとはね実際にスムーズにこうやって動いて戻るか、このねこっちでいくか、こっちの方がローラーがあるからやりやすいんでこっちでいきますね。こうやって動かして戻る、ちょっとねこうやってクッてやって戻るパターンもあるんですよ。この辺でね止まっちゃって、これ手でやるとね戻るみたいな。ここが締め込みが強すぎる場合と、あと先ほどここちょっとね隙間見えますかね、ここに隙間が下の部分あるんですけど、この隙間がないとピボット上部のプレートと AT のベースプレートでローラーステーを挟んでしまって、またね動かなくなってしまいます。なのでちょっと 3mm よりも長めの長さに真鍮パイプをしてあります。それ以外ピボットの動きが渋くなるパターンというのが、ローラーステーがピボット上部のプレートよりもこっち側タイヤ側が出ているパターン、そうするとゴムがローラーステーをこっち側にこういう風に押してしまうんですよね。このパターンも戻らなくなってしまいますし、逆にピボット上部のプレートよりもローラーステーがこっち側は出てないと戻りが渋くなります。これもねほんとちょっとだけなんですが出てるんですよ。もっとね多分出した方の方が戻りは良くなると思うんですが、今回ちょっとねリジットバンパーにできるようにローラーステーの方を加工しているので、あんまりね出てないです。ピボット上部のプレートの方を少しここの部分ですね、ここの部分を削って調整しました。ピボット部分の調整に関してはこんな感じですね。この辺の組み立てまでね終わった後に僕は AT の部分の穴を拡張して可動方向に掘り込んでいきました。この辺はね今更ちょっとね説明しなくてもいいかなと
いろんなところで AT バンパーって検索していただければその辺の作り方たくさん載っているので、今回省かせていただきたいと思います。で、今回作ったピボットバンパーに関しては真鍮パイプを通るようにしています。これはね、やっぱ真鍮パイプの方が細いのと、こちらねプラのスペーサー使っていたんですが、可動をねしっかり取るために掘り込んでいくと、バネカットしたバネがねその軸と穴の間に入ったりするんですよ。なのでね、ちょっとバネをね下の部分曲げて入らないようにしたりとか、そういったね加工があったので、だったら真鍮の細い方の方が無難かなと思ってこっちにしました。はい、こんな感じで AT ピボットバンパーの方を作ってみました。この作り方ね、うまく伝わっているのか、本当ね心配な部分があるんですが、今回は実際にこう稼働させた時とか、この辺のクリアランスとか、本当にね組み立ててから調整することも多かったので、その際にこの部分こういう風にしたらしっかり動くようになったとか、その辺をポイントでご紹介させていただきました。うまく伝わっているか本当にね心配なんですが、参考にしていただければ本当ありがたいなと思います。あとはね、実際に作りながら試行錯誤の方をしていただければなと思います。さらにこのピボットバンパー、わりかしね今は手に入りやすいパーツしか使っていないので、この辺揃えれば、あと工具ですよね、その辺揃っちゃえば誰でも作れるとは思います。これと一緒のピボットバンパーを作るとしたら、リアマルチ1枚、リアブレーキステー2枚、今回一応ね斜めブレーキにしているので2枚使っています。そしてフロントワイドステー、こちらが3枚、2枚はローラーステーに使って、1枚は引っかかり防止に使っています。引っかかり防止に関してはね、なんか端材とかでもいいので、事実上2枚あればなんとかなると思います。そしてフロントのマルチ2枚、ただ1個は AT のベースプレートの補強のために使っているので、補強いらないっていう方は1枚で終わりですね。一番枚数を少なく作るとしたら12345枚、だいたいいくらだ、事実上今800円900円ぐらい、800円900円ぐらい、600円ちょっと、そんな感じなんで、ちょっとだいたい5000円ぐらいですかね。ちょっと計算するのがちょっと難しかったんで、それぐらいでプレートは事足りるかなと思います。あとはね、ビスとかロックナットとか、そういったね細々したものがあれば完成できると思います。またね、ピボットバンパーにしないでリジットでここのストッパーの部分もね拡張しないで、可動部分のねこの軸の部分も拡張しないでビスで固定してしまえば、言ったら 3mm リアカーバンと同じ位置にローラー来るっていうのもあるんで、それはそれでねありかなと思います。3mm リアカーボンマジで最近手に入らなくなったので、僕もね在庫がほぼほぼなくなってしまいました。そして今回作ったピボットバンパー、リジットバンパーにもなるんですよね。先ほど AT のベースプレートにサラビス化したナットを埋め込んだその場所に、この 4mm スペーサー、とりあえずね近くにあったこれでやってみたいと思います。 4mm スペーサーを取り付けます。こんな感じですね。こうすると見てください、ここがぴったり当たって動かなくなるんですよね。ちょっと今 AT の部分が動いてましたね。こんな感じ。こっちはねやってないんで動くんですけれども、こっちは動かなくなってリジットバンパーになります。これがねちょっと隠しアイテム、隠し味、隠しスパイスみたいな感じですね。そんな感じでね、こんなものをしてみました。外せばねすぐピボットバンパーになる。取り付ければちょっと取り付けづらいんですけれども、すぐリジットバンパーになる。このレースとかね、そういった時少ない時間でねセッティング出さない時にこういった簡単にできるっていうのがすごいいいかなと思って今回ねやってみたんですけれども、必要ないっていう方はね普通にピボットバンパーでいいのかなと思います。両方取り付けると完全なリジットバンパーになります。こんな感じ。
今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや、なかなかね、大変でしたね。特にね、パーツ選択、構想の段階からどのパーツ使おうかなっていう、とりあえずね、こういったプレート類を、いろいろね、ほんと用意して、もうこうやって、当てがってこれうまくいけばリジットバンパーになるんじゃねえかとか、そんなことを考えながら、ただただカーボンのプレートをね、当てがるのがだいたい2日3日、下手すりゃ4日ぐらいずっとやってましたね。で、使うパーツをだいたい決めて、いざ加工ですよね。加工しては、またね、これとこういう風に合わせたらうまくいけるかなとか、そんなことを考えて、加工自体もすごい大変な部分があるんですが、パーツ構成しっかりこう意図したものが作れるのか、その辺考えるのが楽しいっちゃ楽しいんですけど、めちゃめちゃ時間かかって大変な部分だったなと思います。いろいろ調べれば同じようなピボットバンパーっていうのは作っている方いらっしゃると思うので、その辺参考にすればよかったんですが、このね、自分でなんとか考えて作るっていうのも僕はね、ミニ四駆の一つの楽しみだと思っていますので、大変な部分はあるんですが、いや、めちゃくちゃね、楽しかったですね。久しぶりにね、結構ギミックっぽいパーツを作りましたね。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。